皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は日本の政治。前回取り上げたロシアの影響力を日本に及ぼそうとしているアカウントについて、インターネット上で一斉に凍結されるといったことが話題となっています。前回の動画を見ていない人に対して少し説明をしておくと、前回の動画では参政党の参議院候補者がロシアの対外情報工作機関スプートニクのインタビューを受けるといったことを取り上げました。この件に関して参政党の神谷代表は、自分の預かり知らぬところで末端の人間が勝手にやったことなので辞職勧告を行ったとして、インタビューに応じた朝谷氏ではなく、その段取りをつけたとされる人物について切り捨てることを公表しました。普段から参政党の公式本やもしくは神谷代表自身もロシアに対しては非常に融和的な姿勢を示しており、ロシアによるウクライナ侵略に対してもプーチン大統領の主張に基づくウクライナ批判を行っており、日本政府に対してもウクライナ支援を行うことはロシアに敵対する行為である、やめるようにと求めていました。そうした関係もあって、ロシアの対外工作機関であるスプートニクのインタビューを受けることは、私から見れば参政党らしい活動だなと思ったわけですが、今回は炎上を受けてこの関係性を否定する動きを見せています。インターネット上にはこうしたロシアの対外諜報機関としてはっきりと明示されているところだけではなく、名前を明かさずにロシアの影響を強く受けているアカウントも多数あります。ただし、これらの場合だと、ロシアが単純に自分たちにとって有利なもしくは都合のいい活動をしている人たちをその都度入れ替えながら活動支援しているだけであり、本体と直接的な資本関係はないとされています。というのも、どこの国においても政府批判をする人は常に存在し、その都度流行といったものも変わります。ですから、その都度その都度、今はこの人や今はこの団体といった具合にして、常に自分たちにとって扱いやすい団体に対して支援活動を行うわけです。X においては、反自民党、反公明党、反ウクライナ、その他陰謀論大好きであったり、参政党や日本保守党、例えば令和新選組まで、様々なところに対しての活動支援などを行っていたアカウントが多数あります。その中でも非常に活動が活発であったジャパンニューズナビはアカウントが凍結されました。類似して活動していた氷室アカウントやいちか、まったりくん、様々なアカウントが一斉に凍結されました。ただし、この件というのは、ロシア政府との関係が直接明らかになったから凍結といった話とは全く違う部分の話です。というのも、今回 X におけるルール上の規定といったものに引っかかっているというのは、あくまでもスパム行為といったものが咎められた可能性が最も指摘されています。一体何がスパムかといえば、多くのアカウントが運営者が同一であったり、もしくは結託して同じようなコメントについて次々と自分たちの仲間内でラリーすることによってトレンドワードリーを目指すような工作活動といったものが日常的に行われていたことが指摘されています。では、そのようなジャパンニューズナビの関連アカウントはロシア政府系メディアと近いのかといったことを検証されている方がおられました。東京大学大学院工学系研究科教授の方によると、ロシアの政府系メディアであるスプートニク JP がにわかに注目を集めているとして、この関連アカウントに対する発信を分析しています。では、ロシアの対外諜報機関の一つであるスプートニク JP を拡散したことのあるアカウント一覧と、ジャパンニューズナビの関連アカウントのフォローに関係があるのかどうかを調べてみましょう。スプートニクの記事を拡散したことのあるフォロワーがいるからといっても、必ずしも関係性があるとは即座には言えません。しかし一定の意味はあるんでしょう。調べた結果、ジャパンニューズナビを含めた関連アカウント群のフォロワーの 38.3% から 87.5% がスプートニク JP の発信を拡散したことがあることが分かりました。一番下で見た場合でも 38%、一番高く見た場合においては 87% と非常に近似の活動が見られます。それこそ胴元と見られるようなポストが発信したら、これに必ずのように反応していたこととなります。一方、スプートニクをメディアとして見た場合において、そのメディアを信用し、発信を拡散させるのは普通ではないかと思う方もおられるでしょう。では、一般のメディアにおける拡散行動では、どのくらいの割合が通常だと言えるのでしょうか。そのことについてもこの記事では調べられています。主要な日経、朝日、毎日、読売、産経、週刊文春、これらについて
どの程度のポストが拡散されているか。最も多い拡散率の週刊文春で 15.4%。それ以下はほとんどが 10% 以下。いわゆるインフルエンサーアカウントと呼ばれるような人であっても、基本的にはどこか特定のメディアに対して 80% などという異常な拡散は行っていないことがわかります。まとめでは、分析の結果からは、ロシア製ボットがジャパンニューズナビとその関連アカウントを介して対日工作が展開しているという主張を否定する材料は特に見つからなかったとは言えそうです。ただし、ここから先の何かお金の関係があるかどうかといった話などは確かめる術は誰にもないと言えるでしょう。ちなみに参政党についての解説動画が連続的に続いているのをちょっとおかしいと私を批判する人もいるわけですが、ここには一つ理由があって、私自身大いに反省しているからです。例えば私は韓国による日本に対するデマ情報などに対しては猛烈に批判的な動画を次々と上げてきました。しかし、同様にしてデマを発信し続けている国内勢力に関しては多く取り上げてきませんでした。本来であればあっちを批判するんだったらこっちだってデマをいっぱい流しているんだから批判すべきだという意見の方が非常に正論です。韓国や中国で愛国無罪を掲げて日本人や日本企業を攻撃しているような人たちに対してはこれ猛然と批判すべきものだと思っています。それと同様にして日本国内でデマやフェイクニュース、暴言など陰謀論などを主張してそれによって政治勢力を拡大しようとする連中というのは基本的には外にいるか中にいるかの違いだけで批判すべき対象であることは全く変わらない同質なものです。一方で彼らが積極的にいわゆる日本人の不満を汲み取るような政策を表立って掲げていることにも注意を向けなければなりません。どんなにデマやフェイクニュースを普段から風潮していたとしても掲げている政策については見なければならないポイントがあるのは事実です。しかしだからといってじゃあ何でも言っていいかといえばそんなわけがありません。暴言は暴言ですしデマはデマです。フェイクニュースを連発するのであればそれらは批判される対象であるべきです。決して自分たちが望んでいる政策だからといってデマの発信源を支持するべきではないというのが私の考えです。だからこそ私は選挙においては積極的に支持できる政党や個人がいなかったとしても最悪は避けるべきだというような話をしています。どこまで行ったとしても結局のところ自分にとっての適合率 100% の政策を掲げている政党や個人といったものは存在しません。それは自分自身が選挙に出るしかないわけです。しかし多くの人たちにとってはそれが難しいからこそ苦渋の決断をしてでも投票をしないのではなく投票する中で少しでもマシなところに入れるといったことを行わなければなりません。政治について諦める人々が多ければ多いほど結局のところ何にも変わらない状況が続いてしまうわけで多くの人たちがたとえこれが最善でなかったとしても最悪は避けようと投票することによって少しでもマシな政治状況を生み出すことができるわけです。はい。というわけで今回は参政党特集の続きというわけで今回は参政党の掲げている憲法案についての問題の指摘記事を見ておきましょう。この問題について取り上げると参政党の支持者の人たちはこれはあくまでも案であって本物ではないんだから気にするなというような意見をする人がいます。しかし案として出してきたものが日本国や日本人に対して非常に危険有害であることを示しておりこれを批判すべきものです。ろくなものではないものにはゴミだとはっきり言うことも大事なのです。そして選挙期間中においては報道機関が自粛活動に陥ることによって問題の政党の活動に対して非常に黙認しがちです。今回毎日新聞ではフェイクニュースなどについて積極的に問題を指摘しており報道機関としてはかなり頑張っているように私には見えます。さてそれでは参政党の案についての記事を見ておきましょう。今の憲法にはあるのに参政党の創建案で消された私たちの権利。長らく憲法改正が政治課題となる中、参院選が行われている。改憲、護憲、論憲。憲法に対する各政党の立場は異なるが、参院選前の5月に独自の憲法構想案を公表して創建を訴えるのが参政党だ。その中身を見てみると、現行の日本国憲法では明記されているのに盛り込まれなかった権利がある。今の日本に暮らす私たちにはありながら、なくなったものとは。消えた法の下の平等。すべて国民は法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分または門地により、政治的、経済的、
または社会的関係において差別されない。日本国憲法14条はそう記す。これによって定められているのが、誰もが等しく扱われるべきだという平等権だ。例えば、地方と都市部の人口差によって生じる選挙の一票の格差。一人の政治家を選ぶにあたり、有権者の数はなるべく等しくあるべきだという考えは、この条文に基づく。ただ、参政党案にはこれに該当する条文はなく、法の下の平等という考え方も盛り込まれなかった。表現の自由、職業選択の自由もなく、同様に参政党案では書かれていない権利が他にもある。憲法19から22条にはそれが明記されている。思想、良心の自由、信教の自由、表現の自由、居住、移転、職業選択、国籍離脱の自由。この4つの条文は、それぞれ国民が自由に行使できる権利を定めている。どんな思想を持っても構わず、どんな宗教を信じても構わない。どんな職業を選ぶか、どこに住み、どこの国に移るかも、自らの判断で決めることができる。政府による言論統制があった戦前の反省から、権力批判を含む言論の自由が21条には明記され、検閲を認めないとも書かれている。この4つの条文が示す権利は、参政党の憲法案には見当たらない。また、日本国憲法の特徴の一つに、世界的にも類型を見ないほどに詳細と評される刑事手続きに関する人権規定がある。これらは刑事司法における容疑者や被告の権利で、例えば、裁判を受ける権利を32条で保障し、36条では拷問を禁じている。こうした条文が並ぶのは、戦前に人権侵害が多く起こった実態に対する反省の表れとされる。一方の参政党案では、刑事人権保障を定める条文はない。それにより、裁判を受ける権利の他に、黙秘権も失われている。神谷氏が編著になった解説本には、個人の権利が結局は私益に過ぎずという一節がある。参政党の憲法案はそんな思想を背景にしている。こちらが参政党の憲法案において表記されていない、つまり憲法で保障されなくなるであろう様々な権利や自由です。法の下の平等、奴隷的拘束及び区役からの自由、思想及び良心の自由、信教の自由、表現の自由、居住移転、職業選択、国籍離脱の自由、裁判を受ける権利、弁護人に依頼する権利、黙秘権、以上の項目などについて、参政党の憲法案では表記されておらず、つまり権利が失われることを意味します。この件に関して、参政党の神谷代表は、表記されていないものについても、当然あるものとして考えているから、わざわざ表記しなかったのだというような意味不明の反論を行っています。当然あるべきと考えるのであれば、それを表記するのが憲法というものです。なぜわざわざ憲法草案の中でこれらを表記しなかったのか、そこにはなくて良いものだと考えている思想が十分現れています。ちなみに余計な権利の主張といったものを参政党では行っています。ちょっとここまでの話では硬い話が中心でしたので、もっと身近な話を一つ取り上げておきましょう。漫画、アニメ、ゲームを日本の文化資産として国内外でのさらなる発展と産業基盤を構築。このタイトルだけでは非常に賛成できるのですが、その中身を見ると非常に有害なことを言っています。最後の一文、漫画、アニメ、ゲームの価値を経済的合理性で判断せず、文化として健全な発展を遂げるために文化庁に権限を移譲。ここに来ていきなり文化庁に権限を移譲させろといきなり主張しています。漫画家にしても作家にしても制作会社にしてもそれぞれが権利を有し、それぞれの権利を侵害してはならないものです。しかし参政党ではそれらの権利について個人もしくは企業によって保有することを認めず、国のものになるというようなことを言い出しています。参政党の憲法案においては国民主権を欠かず、一方において国家に主権があるとする内容となっています。つまり、そのような基本姿勢というものがあるからこそ、作り手たちの権利を認めず、それらについて国のものだというような主張を行っているわけです。こういった様々な主張といったものが非常に有害であることは明らかでしょう。このように国の統制下に入らなければ許さないという考え方は、失われた権利の一つ、思想信条の自由といったものも脅かす可能性を含むものであり、検閲なども含めて国家の権利は個人の思いを凌駕するというのが
神や死の考え方なのでしょう。ちなみにこうした参政党に対する批判動画を上げてくると、どこからお金をもらっているんだみたいな話をする人がいるわけですが、基本的に私は与党に対して批判しても野党側からお金が出てくることもなければ、逆に野党側の方について批判すれば与党側からお金が出てくるといったこともありません。むしろそんなお金を振り込んでくれる窓口があるというのであれば、ちょっと教えてほしいものです。ちなみに憲法の改正案についてなのですが、私自身は憲法9条についての改定をすべきで、自衛隊を軍として認めるべきだという考えを持っています。同時に憲法改正に伴う自衛隊の扱いが変わることによって軍法を制定し、自衛隊員を自衛軍の兵士として取り扱うべきだと思っています。軍法によってこれとこれだけはやっちゃダメみたいな形で禁止事項などをしっかりと規定することによって、それ以外の部分では創意工夫して戦いを続けられるように兵士の権利として確立保障してあげることが必要だと思っています。また反米をこじらせることによって現在の憲法を全否定する0か100の考え方は全く日本にとっては有害だと思います。問題点についてだけ変更し修正していくという考え方の方が私はずっと現実の利益につながると思っています。参政党の掲げた憲法草案というものは結局のところ占領期における米軍が押し付けた憲法なのだからこれを全否定すべきだという考え方があります。これはまさにゼロにしてしまえという考え方です。だからこそ認められる権利について次々とこれを書かずになくすべきだという主張をしているわけです。こういった極端すぎる考え方といったものはあたかも今の状況をすごく良くするかのように幻想を見せるわけですが、現実においては今よりももっと状況を悪くする非常に質の悪い有害な意見だというふうに見るべきでしょう。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともこの機会にチャンネル登録よろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。